この動画は NF 回路設計ブロックと JLC-PCB の提供でお送りします。電気回路上で電圧が伝わっていくとき、実は波のように電圧が伝わっていきます。こちらにウェーブマシンを用意しましたが、こんな感じで電圧も波のように進んでいきます。こういったウェーブマシンを使って波が進んでいく様子というのは非常に分かりやすいのですが、これが電気回路になった途端分かりにくくなってしまいます。ウェーブマシンと違って電圧波形を見るのが難しいからです。というわけで今日は電気回路上の電圧もこの波として進んでいくんだぞというのをデモンストレーションしたいと思います。その前に今日のスポンサーの JLC-PCB の紹介です。どうぞ。プリント基板を安く作るのなら JLC-PCB が結構おすすめです。今日の実験で使う基板も JLC で作りました。最近ですね、特に多層基板の製造を頑張っていて、皆さんにもぜひ6層基板を使ってほしいということです。やはり中国で非常に大規模で作っているので非常に安いです。6層 100×100mm 基板で5枚60ドル。最近高密度設計で必須となるパッドオンビアを無料で使えるようになりました。6層基板用のクーポンも配布しているので、皆さんもぜひいろいろ試してみてください。電気回路の実験を始める前にまずウェーブマシンの方から始めます。こちらが今回自作したウェーブマシンです。高校物理で出てくる自由端とか固定端とかの波の反射や透過を見るための装置です。まずは自由端で実験してみます。こちらの端の部分は自由に動けるようになっています。このようにまず最初手を動かして波を作ります。そうすると波が進んでいきます。その後自由端までたどり着いて波は反射してきます。そしてまた手元に戻ってきます。詳しい説明は省きますが、波が伝わっていくと自由端の部分の振幅は2倍になります。今回は理想的な状態ではないので振幅は2倍より小さくなっています。それに加えて波が進んでいくと少しずつ減衰していっています。最初に与えた振幅は自由端の方に近づくにつれて減衰していっています。自由端の部分で反射した波はウェーブマシンの上の部分を通って同じように返ってきます。これが自由端での波の進み方と反射です。次は固定端の実験をしてみます。端の部分は固定されているので自由に動かないようになっています。では実際に波を入れてみます。こんな感じです。はい。もう一回やってみます。いきます。はい。波の進み方は先ほどの自由端と同じです。ですが固定されている部分の動きがかなり違ってきています。これは固定端ですので端の部分は動かないようになっています。ですので端の部分の振幅は0です。固定端の部分で反射した波ですが、今度はウェーブマシンの下の方を伝って帰ってきています。自由端はウェーブマシンの上の方を伝って帰ってきていましたね。このように自由端と固定端では波の反射の仕方、そして反射して帰ってくる波の形が違ってきます。これが大きな違いです。図で書くとこんな感じです。自由端の場合は波を入力して、そうすると波がこんな感じで伝わっていきましたね。これが反射するとどうなるかというと、ちょうどこの自由端の部分で、振幅はですね、2倍くらいになっていたと。その後はですね、元の振幅と同じようにこういうふうに入力の方まで戻ってきてました。一方で固定端の方はどうか。これもやはり開放端と同じようにですね、波自体は進んでいきました。この固定端の部分で波が反射していくのですが、ここの振幅は0です。反射波はこのように反転して進んでいっていました。こんな感じで伝わってました。次は電気回路を使って波が進んでいく実験をしていきます。この回路を使います。このしましま模様ですが、表面に25メートル分の銅箔を引いています。こちらに信号が入力されて、こんな感じでくね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 していくんですけども、最終的にこちら右下の部分に信号が到達します。ここの左上の部分にパルス状の電圧を加えます。パルス状の電圧を加えるのはどういうことかというと、ウェーブマシンに手で振動を加えるのと同じことです。今回は特性インピーダンスが50オーム程度になるように設計しました。プリント基板の厚さや誘電率、銅箔の厚さなどで特性インピーダンスは変わります。作成したウェーブマシンの場合ですと、糸の張り具合や木の棒の重さや長さで特性インピーダンスが決まります。ちなみに今回パルス状の電圧を作るのには NF 回路設計ブロックから新発売されたファンクションジェネレーターを使います。2チャンネルモデルだけど4チャンネルの出力ができたり波形生成機能があったりするので、気になる人は動画の最後に CM がありますので、そちらぜひ確認してみてください。概要欄にもリンクあります。ちなみにパルス電圧波形ですけども、こんな感じの波形を入れます。
まずは開放端の回路から実験を始めます。波形の立ち上がりは少しなまっています。これはパルス電圧が伝わっていくケーブルに損失があったり、あとはインダクタンスであったり、静電容量の成分で少しなまったりします。これはウェーブマシンでも同じでしたね。少しなまったような波が伝わっていました。次はパルス電圧を入力したところから少し離れたところの電圧を測定してみます。全長25メートルですが、その 25% 地点、50% 地点、75% 地点、そして終端部分を見てみます。まずは 25% 地点です。6.25 メートルのところですね。このようになりました。パルス電圧がその形を維持したまま進んでいることがわかります。ただ振幅については少し減衰しています。これはパルス電圧が通るところで損失があるからです。電圧の振幅は小さくなります。さらに見ていきましょう。次は 50%、12.5 メートルの地点です。やはりパルス電圧はこの電気回路上を進んでいって、このような波形になりました。波の形は維持しているのですが、振幅はさらに小さくなっています。次は 75% 地点を見てみます。この緑色ですね。さらにパルス電圧の波が進んでいっています。ちなみにパルス電圧が 12.5 メートル進むのにだいたい87秒くらいかかっています。このパルス電圧が進む速さというのは光が進む速度の約半分です。そういった非常に高速な信号をファンクションジェネレーターから出力して、そしてオシロスコープで見ています。この緑色の波形 75% 地点の電圧ですが、一つ目の山があるそのすぐ後ろにもう一つ山があります。これは反射波です。青色の 50% 地点についても少し反射波が見えています。こちらの 75% 地点以降の電圧をさらに見ていきます。この赤色の波形です。開放端にどんどん近づけていきます。そうすると面白い現象が起きます。こちらは反射波ですね。はい。はい。さらに終端に近づけていきます。ここで少し振幅が大きくなりました。もっと開放端に近づけていくと電圧がぴょこっとなっています。はい。はい。で、そして最後、終端です。これはどういう現象が起こっているかというと、入射波と反射波がですね、重なり合っています。そうすると振幅が約2倍になります。この現象どこかで見覚えありませんでしょうか？そうです。ウェーブマシンと同じです。自由端のウェーブマシンは端っこの部分で振幅がですね、少し大きくなって反射していましたね。それと同じことがこの回路上でも起きています。ちょっと時間軸を移動させましょう。まずこのポイントで電圧が入力されてパルス電圧が見えています。電圧の波がどんどん進んでいって、ここの 50% 地点に到達します。信号は減衰していますが、波の形は維持しています。そして 75% 地点まで進んできます。で、さらに進んでいって、こちらの赤色の波形、これは終端部分の電圧を見ています。開放端です。そうすると開放端の部分で信号は反射して振幅がちょうど2倍くらいになります。で、その後波形は反射していきます。反射した波形は元来たルートを行きます。そうするとこちら 75% 地点で正の反射波があります。そして次 50% 地点、この青色の波形、電圧が戻ってきました。そしてさらにパルス電圧は進んでいって元の入力地点まで電圧が戻ってくるという風になります。この波形見てみると結構信号は減衰しています。次は短絡端で実験してみます。ウェーブマシンだと固定端に相当します。電圧を加えます。はい、こんな感じですね。電圧を入力したポイントは開放端と変わりありません。25% 地点の電圧を見てみます。これも同じです。さらに 50% 地点。はい、これも同じですね。さらに 75% 地点を見ていきます。はい。これもやはり進んでいく波については同じです。ただこちら見てください。開放端の時とだいぶ様子が違っています。波形がこんな感じでひっくり返っていますね。短絡端までたどり着いて反射した電圧というのが見えていますが、負の電圧になっています。ちょっと時間軸移動させましょう。入射波が入ってきて、ここで反射して、そうすると反射した波というのはこちら反転して、どんどん進んでいって元の入力地点に戻っていくわけです。こちらから入射したパルス電圧がどんどん進んでいくというのはわかるんですが、この終端の部分で反射して負の電圧になります。その負の電圧がまた来た経路を戻っていって、75% 地点でひっくり返ったような負の電圧になっています。さらに進んでいって 50% 地点でこれ、25% 地点でこれ、そして元のパルス電圧を入力した地点がこちらです。短絡端ですと負の電圧が反射して戻ってきます。こちらの短絡端付近で電圧がどのようになっているのかを見ていきます。赤色の波形に注目してください。はい、どんどん進んでいきます。こんな感じで進んでいって、
なんか振幅が小さくなりましたね。さらに短絡端に近づいていって、振幅はほぼほぼなくなったようになっています。そして短絡端。短絡端は今回グラウンドと同じレベルに設定しています。ショート状態ですね。ですので電圧は 0V になっています。このように波形が進んでいって、で、そして最後短絡端の部分では0になると。なかなか面白いですね。電気回路の短絡端はウェーブマシンだと固定端に相当すると言いましたが、その通りになっています。正のパルス電圧を入力すると短絡端で反射して負の反射波になって返ってきます。ウェーブマシンと同じです。このように物理的な波の伝わり方、そして電気回路上での波の伝わり方というのは同じというのを実演してきました。ウェーブマシンだと実演している例は少ないのですが、電気回路ですとインピーダンス整合というものがあります。電圧の波が進んでいるところで途中で媒質が変わると、そこで波の反射率と透過率が変わるというものです。例えばこの配線の太さを途中で細くしたり太くしたりすると、そこでインピーダンス整合は取れなくなります。ウェーブマシンの場合、途中から棒の重さが変わるとそこで媒質が変わることになるので波が反射します。例えばこんな感じで中間地点の棒に重りを取り付けると、その部分で波の伝わり方を変えることができます。これはいわゆるインピーダンス整合が取れていない状態です。実際に波を伝えてみると、重りを取り付けた部分で波が反射していることがわかります。ただ波は全て反射しているわけではなくて、透過していく波もあります。インピーダンス整合が取れていない状態ですと、このように波が反射してしまうのです。逆にインピーダンス整合が取れていない状態でも波はある程度伝わってしまうというのがポイントです。ウェーブマシンでインピーダンス整合が取れている状態というのはどういうことかというと、同じ特性のウェーブマシンを用意してそれを接続していけば、その接続点でインピーダンス整合は取れていることになります。なので接続点で波は反射せずにずっと伝わっていきます。今回作った電気回路だと特性インピーダンスは50オームに設計しました。この終端部分に50オームの抵抗をつなぐと波形の反射は起きません。実際の波形がこちらです。微妙に設計値のズレがあるので少し反射しているのですが、先ほどの開放端短絡端と比べてほぼほぼ反射はゼロです。実際回路の電圧をインピーダンス整合している終端に近づけていますが、このようになります。電圧の反射は起きていません。これがインピーダンス整合です。ちなみに開放端や短絡端の実験で反射してきた波形がこちらの入力端子部分で反射しなかったのは、こちらの入力部分でインピーダンス整合をしていたからです。高速な信号を扱う回路だとインピーダンス整合が非常に重要になります。電圧の透過率や反射率が変わってしまうと、もともと想定していた波形とは違う波形になってしまうからです。例えば簡単なデモンストレーションですが、こちら触ってしまうと手のひらの抵抗によってインピーダンス整合が変わってしまいます。そのくらいですね、影響のあるものです。例えば USB とか HDMI とか超高速で信号をやり取りするケーブル、そしてその信号を扱うプリント基板の配線などはこういったインピーダンス整合を取ることが非常に重要です。インピーダンス整合をしていないと波形が変わってしまってデータを送ることができません。ちょっと別の実験をやってみます。こちらの入力端と終端の部分から同じ波形の信号を入力しています。そうすると面白いことが起きます。波形がちょっと分かりにくいのですが、これを使って説明していきます。こちらの黄色が入力端部分の電圧波形、そして緑色が終端部分の電圧波形です。まず一発目の波形が映っていますが、これは入力端部分に与えたパルス電圧、そしてこちらも同じように終端部分に与えたパルス電圧です。その後もう一つ山が見えます。これについて説明していきます。まずは終端部分の山です。これは何かというと入力端のパルス電圧が伝わってきたものです。この回路上をどんどん伝わっていって電圧パルスが終端まで届くと入力パルスが伝わってきた電圧が見えます。ではこちらの入力端に見えるもう一つの山、これは何かというと終端から入力された電圧パルスが回路上を伝わっていって、そして入力端に伝わった時にこの波形が見えます。ですので終端に入力されたパルスが伝わっていってこのように見えるわけです。今は入力端部分と終端部分を見ていましたが、他の部分の電圧を見てみるとどうなるのか。例えば 25% 地点の電圧を見てみます。そうすると
はい、このようになりました。山が2つありますが、1つ目の山が入力端から来た信号、そして2つ目の山が終端から来た信号です。電圧を測定するポイントをさらに中間地点に近づけていきます。はい、そうすると何かピークが出てきましたね。今ちょうど中間地点の電圧を見ています。振幅は約2倍になっています。これはどういうことかというと、入力端の信号と終端からの信号が重ね合わさって、このように振幅が大きくなっているのです。測定点を終端に近づけていくとこのようになります。はい。次の実験もやはり入力端と終端の部分から信号を与えます。ただし今度与える信号は符号が反転している信号です。入力端に与えた信号は正、終端から与えた信号は負です。ここまで来るとですね、もう皆さんどうなるかいろいろ予想はつくと思います。まずこちらの終端から与えた信号というのは回路上を伝わっていって、そして入力端にたどり着くと。基本的に同じ波形を保ったまま入力端まで到達します。一方で入力端から与えた信号というのは、それもやはり同じような波形を保ったまま、この回路上を伝わっていって、そして終端部分に到着します。波形を一つにまとめて他の地点の電圧を見てみます。例えば 25% 地点、入力端からの信号が進んでいくと、そして終端からの信号も進んでいきます。さらに測定していくポイントを中間地点にずらしていきます。はい。で、これで今中間地点にたどり着きました。波形の振幅はちょうど0になっています。中間地点の電圧はほぼ0になっています。ちょっとここでピョコピョコって出てますが、これは測定する位置によって微妙に変わってしまいます。これはどういうことかというと、入力端から来た信号と終端から来た信号が重なり合って0になるということです。図で書くとこんな感じです。入力端にパルス電圧を与えていくとこんな感じで進んでいきます。これは先ほど実験でもやりましたね。そして終端の部分からも信号を入力します。これもやはり信号は進んでいきます。ちょうどこちらの中間地点でパルス電圧の信号がぶつかっていたわけです。こんな感じですね。そうすると波形の重ね合わせが起こります。振幅が2倍になっていました。これがよく言われる波の重ね合わせとかいうやつです。その重ね合わさった後、波はどうなるかというと、元々の進行方向にどんどん進んでいきます。入力波は終端の方に進んでいきますし、終端から入力された信号はこちらの進行方向、入力端の部分に進んでいきます。これがいわゆる波の独立性というものです。波の重ね合わせと波の独立性です。入力端の部分に正の電圧、終端の部分に負の電圧を入れた場合も、これもやはり同じです。電圧はどんどん進んでいきます。これは終端から入れた電圧についても同じです。そしてこのちょうど真ん中ら辺で波が重なり合います。これ波は重なり合っていますが、プラスマイナスで打ち消し合います。振幅はちょうど0でしたね。この重なり合った後どうなるかというと、終端から入力した信号はこのように進んでいきますし、入力端から入力された信号というのも重なり合った後はどんどんこちらの方向に進んでいきます。実はこれウェーブマシンでも同じようになります。この映像は同じ波を両端から入力した場合です。ちょうど中間時点で波がぶつかって重ね合わせが起こります。振幅は増えています。その後波は独立ですので、それぞれの波は進行方向に向かって伝わっていきます。これは逆位相の波を入れた場合でも同じです。左側にプラス、右側からマイナスの波を入れています。中間地点で波がぶつかると重ね合わさって信号は0です。そして波がぶつかった後は進行方向に進んでいきます。というわけで今日は波についていろいろ実験してきました。ウェーブマシンの波と電気回路での波はほとんど同じような性質を持っていて、そして進んでいくというのが実験で分かったかと思います。ただ電気回路は光の半分くらいの速さで進んでいくという違いはありますが、こういった波の学問を発展させていくと電力の送電にもつながってきます。雷が送電線に落ちるとサージ電圧が送電線を伝ってどこかに行きます。それが原因で電力系統に接続されている機器が壊れたりします。電気回路上で波が進んでいくのをウェーブマシンを使って解説するというのはなかなかいいアイデアかと思いますので、皆さんもぜひ参考にしてみてください。動画の最後になりますが、今日使ってきた NF 回路設計ブロックのファンクションジェネレーターの紹介です。どうぞ。WF1982 ですが、信号が正確であるというのは言うまでもなく、波形を作りやすいのが大きな特徴です。
例えばパワー半導体の試験で使うダブルパルス波形の生成も標準で搭載しています。その他多数の波形プリセットも設定可能です。信号の振幅は他社より少し高いピーク 21V、2直列にすれば 42V まで出力可能です。この部分に独立したサブ出力があるので、2チャンネルモデルは実質4チャンネルモデルとして使用可能です。これはすごい。無料で使えるシーケンス波形の生成ソフトもあります。まずはこちらのデモ機ぜひ使ってみてください。概要欄にリンクあります。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。一見の公式 LINE もやっています。そこでしか出さない情報などもありますので、ぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。